ました。プリミティアプレイヤーエールです。今回はクレーン車を作ってみようと思います。以前手動式のものを作りましたが、今度は電気とモーターをうまく使ってレバーで自由に動かせるクレーンを搭載してみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。最初から作るのは大変なので、以前作ったこちらの戦車の砲塔部分の装甲を外して、クレーン車に作り直していきます。砲身を外して、長い古代の合金の棒をつけました。早速動かしてみると、おっと、石にぶつかって折れてしまいました。こうならないように場所を変えましょう。もう一度動かしてみると、これだけ長くても、ちゃんと上下左右に動かすことができています。でも、さすがに上に動かすときは、重さで動きが遅くなっていますね。私の頭がクレーンに当たって回転しづらくなっているので、もっとクレーンの根元の位置を上げていきましょう。クレーンの上下と掴む動きのために必要な3つの配線もちゃんとモーターにつながるようにつなぎ直しました。さらにクレーンを動かすためのスイッチももっと操作しやすいように端子の形を変更しておきます。端子を厚くして真ん中にベアリングを使うことでレバーを倒した時に引っかかりにくいようにしました。早速動かしてみましょう。ちゃんとレバーの動きに合わせてクレーンも動いてますね。私の頭にも干渉していないのでいい感じに使えそうです。まだ掴む仕組みは作っていないのでそちらも作りましょう。戦車で弾を発射していたスイッチをオンオフをホールドできるように作り直しました。掴んだまま持ち上げるためですね。ベアリングのおかげでちゃんと切り替えられています。次は物を掴むためのアームの仕組みを作ります。クレーンの先にベアリングと棒をつけたら、さらにその先につけるアームを作りましょう。こんな感じでモーターとベアリング、ゴムのかけらを組み合わせることで UFO キャッチャーのようなアームを作ってみました。クレーン車本体からアーム先端まで電気が通るようになっているので、こうやって運転席の前のレバーを倒すと、よし、アームが閉じてくれました。でも、閉じたまま戻らないので、ストッパーを調整しておきましょう。うまくゴムが挟まるようにすることで、よし、ちゃんとスイッチをオフにすれば、バネの力で開いた状態に戻るようになりました。しかし、クレーンを持ち上げようと、移動用のレバーを動かしても、アームの重さのせいで、全然動いてくれません。もっとパワーを上げる必要がありますね。今までは、2本のバッテリーだけで、クレーンを動かしていたので、10本のバッテリーに変更して、パワーアップしましょう。この状態で動かすと、まだダメですね。多分、アームが長すぎるせいだと思うので、もっと短くしましょう。これくらいならどうでしょうか。動かしてみると、まだパワーが足りませんね。しょうがないので、もっとバッテリーを増やしましょう。さらに10本追加して、20本にしました。これなら動いてくれるんじゃないでしょうか。動かしてみると、勢いよく動きました。でもそのせいで壊れてしまいます。少しずつ動かせば、壊れずに動かすことはできますが、操作を多少間違えても壊れないように、関節の部分にベアリングを追加して、バネの力で元の位置に戻るようにしました。よし、これなら多少乱暴に動かしても、壊れないみたいです。ぐるぐる回転もできますね。もちろん、アームのスイッチをいじれば、ちゃんとアームが閉じてくれます。で
でも、あまり派手に動かすと、壊れてしまうので、気をつけますと、とりあえずアームができたので、木片を掴んでみます。地面に置いた木片を狙って、アームを上から下ろした後、スイッチをオンにすると、よし、掴みました。ちゃんと持ち上げられますね。そのまま振り回すと、木片は落ちましたが、アームの仕組みはいい感じみたいです。その後も何度か掴んでみましたが、アームが細いので、あまり安定感がありません。そこで、ゴムの部分の幅を広くして、掴みやすくしてみましょう。この状態で、木片を狙って掴んでみると、動きが変ですね。アームのスイッチは、オンに入れっぱなしですが、ゴムの反発力で、アームが開いて閉じてを繰り返しています。どうやら、複数組み合わせたゴムが、ぶつかって反射しているせいで、とても強い反発力が発生しているみたいです。とりあえず、先端のゴムを1枚にすることで、掴めるようにはなりましたが、1枚のゴムだけでも、閉じたり開いたりを繰り返すことがあったので、古代の合金の掛けの挟む部分につけることで、反射を防いでみました。こちらで木片を挟んでみると、閉じた時に反射しないので、掴みやすくなりました。でも、その分重量が増えたせいか、木片を持ち上げづらくなっています。でも、どうせ狙うのは草でできたザコキャラなので、よしとしましょう。早速クレーン車を運転して、ザコキャラトリウのところに走っていきます。クレーンは、後ろに引きずっていますが、なんとか壊れずに、ザコキャラの近くまで来ることができました。それでは、ザコキャラトリウを狙って、クレーンで攻撃してみましょう。最初は掴もうかと思いましたが、クレーンの位置調整が難しすぎるのと、掴む時のアームの速度が速すぎて、握りつぶしてしまうので、結局アームを振り回して、殴り壊しています。アームはゴムでできていますが、草でできたザコキャラなら、簡単に倒せますね。こうやって振り回して当てれば、いい感じに上半身を吹き飛ばしました。残りのザコキャラも倒してあげましょう。おりゃー！よし、2匹まとめて倒すことができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。レバーを動かすと、その方向にアームが動いてくれますが、速度の調整ができませんし、感性や摩擦もあるので、思ったように動かすのは難しいです。なので、基本的に細かく動かして、ペチペチ当てる感じになります。少しずつザコキャラを倒していけてますね。よし、なんとか3匹のザコキャラを倒すことができました。それでは最後は、ザコキャラを敷きながら、巨大スライムのところまで行きましょう。よし、巨大スライムの前まで来たので、クレーン車のアームに、タングス線の刃を取り付けて、巨大スライムと戦ってみましょう。果たしてクレーン車は、巨大スライムを倒すことはできるんでしょうか。早速クレーンを運転して、アームを振り回していますが、なかなか当たりませんね。それでも諦めず、振り回し続けることで、どんどん巨大スライムの耐久力を削っていきましょう。よし、あと少しです。しかしここで、クレーンを動かすためのバッテリーが切れてしまいました。これでは攻撃することができません。次こそ倒しますよ。やはりなかなかダメージを与えられませんが、アームを振り回しまくることで、うまくタングス線の刃がかすって、ダメージを与えることができました。そしてその後、横からクレーンを振ってみると、やったー！ 1588 ダメージ！巨大スライムを倒しました。ぶつかる勢いが良かったのか、しっかりダメージが入りましたね。それでは、この勝
燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたのね。食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたクレーン車さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー